っていく感じします。でそれをよいしょ全部そこから始まって、はい、岡崎行って豊川行って全部野菜仕入れて。ご自身で回られてるんですか？もちろんもちろん。もう自分の目で見ないとやっぱり人任せはちょっとそれは嫌なんで、自分自身の目で見てちゃんとしたものが確かにもう欲しいんで、人との触れ合って人との関係が大事なもんで、ちゃんと信頼してる人にちゃんと会ってその人と話をして、はい、でちゃんとしたものを買ってくる、魚に対しても野菜に対してもいい人と巡り合って、その人から信頼でおける人からちゃんと仕入れてくるっていうことをずっと毎週やってるんで、魚これからちょっとさばきますけど、お刺身用にそれも見てもらうと分かるけど、ものすごいだから物はいいです。そこまで行く価値がだからあるんだろうなと思うけどね。そこでしかない魚も当然あるので、市場に回って出回らないやつとか、それは逆に楽しみではある。今日は何があるかなみたいな。今日はいいのありました。ハガツオがいいのが入ってくるみたいで、結構油のってそうな、多分美味しいと思うよあれ。だからその人はダメなやつはダメって言ってくれるからね。何でもかんでも売ればいいっていう人じゃないので、ありがたいですよ逆に。なんていう魚がいるんだよみたいないうことをグッさんが言って、子供がへーって。こんな魚に触ったことなかったです。しらす丼がやりたくって、しらすを買い付けに知多半島の方に先行ったんですよね。でそこで見たんだけど、あんまりちょっとパッとしたい。そのことは三河石区の漁港があるから、そっちの方見に行こうよっていうことでそっちに回ったんですよ。で奥になんか魚村っていうとこがあるから、でそこいっぺん見に行こうよって言って、その時間遅くに行ったら全部閉まっちゃったんですね。一軒だけ空いたとこあって、早いねっつったら、いやみんなもう7時前に終わっちゃうよって。じゃあ早起きしてこなかんねえって話。翌週だと思ったけど、6時頃かな、着くように追いつくように一応起きていって、全部空いてましたから、すごい魚のようですわ。で一般の人も買えるということなので、それをちょっとあちこち見て回って、あるお客さんからちょっとカツオが食べたいでカツオ1本入れてくれんかちゃう。しかも刺身で、後に付き合いができた魚さんからカツオが1本欲しいお客さんおるけどって言ったら、うち駅前にも店があるからそこへ届けるから。でその当時でも高いから5、6銭するしたかな。でお客さんに5、6銭するけどいいって言って、値段いいから入れてって言って、そこ駅前へ取りに行って、どうさばくだ、魚見て触ったことがないぞと。で今は便利で、スマホにそのさばき方が全部動画出てますよね。ああいうのを参考にしてておろおろしながらやってたんですけど、これは1匹さばくに2時間までかかったらね、これからですよ。刺身をとにかく何とかしないかん。でそのお客さんも定期的に来るようになってるから、俺でとにかくそこの魚屋さんに行って、今日はこの刺身、今日はこの刺身っていう形で1種類ずつでしたけど、こうやってさばくことを覚えさせられました。嫌が応でもお客さんに出さなきゃいかん、上手にやらなきゃいかんっつって、本当に試行錯誤ししながら勉強させてもらいました。それがもう6年7年経ったら、今はもうよっぽどのことない限り変なことにならないでいいんですけど、これはさばき方が違う。背開きするやつ、腹開きするやつ、全然違うさばき方するやつ、魚によって全部違いますね。昨日もアジを30匹ばか買ってきて全部フライ用にさばいたんですけど、フライ用にするには背開きなんですよ。で腹からさばいたら綺麗な三角形にならないです。ここがついて三角形の身にならない。最初10匹ぐらいから1週間始まって、今30ないと足らないぐらいだから人気の商品になってますね。評判もいいし、ふわふわで美味しいわって言ってくれるんで、やっぱり、やってよかったなと思う。信頼できる人で仕入れるようにして、ちゃんとしたものを仕入れてちゃんとさばいてお客さんに出せるっていうのがちょっと自信ができてきたんですけど、48年の時に先代がちょっと胃潰瘍とか手術をちょうど大病されたもんだから、学校の出前なしの携帯の店を一軒作ろうと。当時なかったその定食、きしめん定食とか麺類の定食を出せるような店、軌道に乗せたんですよね、その時で。周りにそんな店はなかったんですから、大繁盛ですよ。サラリーマン相手の場所ですから、定食で食べれるとご飯が。先々代が出前や先代がこういう形式に変えて、で僕はこういう建物を変えた上で、鉄板のシリーズの鉄板の焼き太きしめんとかも
まだあれはまだ7、8年。全然代ごとに形態変わってます。なるほど。うん、堀場さんがお店継がれたのはいつなんですか？37年前ぐらいですか。大学出てすぐぐらいにもうすぐこっち入ったから、4人か5人使ってて、もうでもそれでもてんてこまいです。忙しかったですよ。まあ周りにいろんな店ができてコンビニができたりなんかして、サラリーマンの昼飯市場が変わってきちゃってるから、それに伴ってやっぱりお客さんの数が自利品状態でしたよね。もっともっと厳しくなって、もう明日の支払いにも困るような状態まで持ち込みましたからね。お客さんからのヒントで焼きうどんないかっていう話がちょこっといただいて、先代は焼きうどんは喫茶店の出すメニューから専門店の出すものじゃないって言って断固反対されたんで出せなかったんですよ。じゃあ違うメニューでっていうことで、そのコロッケ付きの定食とか何出したかな、なんか多分いろんなメニューをいろいろ考えましたけどね。鉄板シリーズをそれをマスコミさんがやっぱり手がけてくれたんで、それがやっぱり、きっかけですかね。転機ですね、一つの。あれがなかったら今頃こういう店なくなってました。それぐらいの感じですよね。フードライターの長屋正樹さんっていう方が見えるんですけど、その方がたまたま食べに来ていただいて普通に食ってたんですけど、その時は知らなかったですよ。大人の週末、この雑誌にちょこっと載せていただいたとこきっかけで、マツコの光新と名古屋飯、新三大名古屋飯、ネオ名古屋飯かというコーナーで、それで取り上げていただいて、これも昔は一袋全部ダーって出てたんですけどね、やっぱりバブルの弾けた頃に厳しくなってギリギリのラインを見つけたんですよ。何グラムまで入れれば十分同じテイストのものが出せるっていうことだからね、なんとかしてその経費節約せなあかんっていう。これは音符さんです。日本選手は普通の運動があったんですけどね。役割分担があるんで、それぞれが。今も細いような何色なんですか？これはね、油揚げにね、筋目を入れる包丁なんですよ。すごい殺風景で、あ、そうなんですね。習ってらっしゃったんですか？独身の時にちょこっとだけねかじってはいたけど、そうなんですね。もうそんな基本も何もないです。これあるだけでちょっと違うじゃない。安くって一束がすごく量があるのよ。これなんて本当にこれで一束で安っ。それ岡崎の JA ですか？岡崎じゃない。蒲郡の蒲郡の。でもこれちょっと高かったけど350円だったけど、でも街中でパラス350円買えない。このネギ今思いわけるやつはネギ塩を作ってもらうために2回でこれは女房の仕事にやってもらってるんだけど、ネギ塩のラーメンとかネギ塩のなんか牛タンなんかとにかくそういったネギ塩がブームとかってやってて、何年か前にネギ塩かそれを真似して、であとはちょっとあれですよ。でなんかそういう食に関わることをニュースとかテレビでやったら見てますよね。でもそうやって情報を得ることは大事ですよ。先週だとアジフライが売り切れちゃったんです週末になるとアジフライがなくなるんです。まあでも常連さんというかちょこちょこ来る人です。これが一番出るんですか？そうだからこれが一番最初なんだけど、今ネットの中でどのサイトを見ていらっしゃってご来店いただくかによってご注文の内容が変わる。で例えばアベックとかでいらっしゃったりするとでシェアしていただいて、でどっちも美味しいよね、だからそういう本当にいい循環があってお客様に支えていただいて、次から次へとこうインディアンだったりとかマヨネーズだったりとかって味をずっと変えていってるので、目的は味噌でいらっしゃって、
あれなんかマヨネーズあるし、インディアンって何味ですかとか。もうこれがきっかけだったんですね。そうきっかけですね、本当に。よいしょ。その醤油メーカーさんが亡くなってちょっと大慌てしたけどね、亡くなってから作るのやめて大騒動したけど、なんとかつないでもらった。もうこの醤油なくなったらうちの味死んじゃう。でマルアイっていう、はいだしメーカーさんがあったのね、でそこが潰れちゃって、で羽衣って有名でしょ、羽衣フーズ、はいそこだしの部分を引き継いでやり始めたんだけど、その業務用のだしを、業態を手引くって言われちゃって、そうするとそのだしが手に入らなくなっちゃうんですよ。で紹介してもらったところがなぜか京都のだしメーカーさんで、取り寄せて引いてみたんだけど、やっぱり同じ室味なんだけど味が違う。でうちの旦那さんがこんなの使えないって言ってだしを探すのに大騒動で、探してなんであそこに行き着いたの。もともとうちがパン粉取ってたもんだから、だし屋さんがあるってことは知ってたんですよ。だし屋さんがあるからいっぺんそこから取ってみるかって話になったと思う。そこから今は太田さんが入れてる。先々代は自分で打っとった。さすがにそこまでできんって先代が思って、先代は自分で目を打つよりかメニューの幅を広げた方がいいっていう考えで、いいって今出ない。金目鯛。合うよ。金目鯛。それその取りちょうだいじゃん。デパじゃなくても切れちゃうわけですよ。なんかで日曜日営業だったのね、その頃は、はで日曜日にも学生のアルバイトさん使って人の手を借りてお掃除したりとか、そういう準備とかも手伝ってもらったりとかして、もうちょっと楽だったんだよね、きっとね。今何もかも自分でやらなあかんから、どうしてもね。全部自分でやるじゃん。今お二人だけなんですか？じゃ作業母はほとんどやらないので、もう2人で八百屋さんだったりとかお漬物屋さんだったりとか、あとかまぼことかだし巻き卵とかそういうのも売ってるところがあったのね。でそこへ全部買いに行ったりとか、それを全部私たちが日曜日にやるじゃない。普段ここ今6時だったでしょ、今朝。日曜日の定休日は逆に4時に起きて、で準備をして、で5時に出発。ちょっと遠出っていうかあれだと230ぐらい走って1日で仕入れして、で寝るのは夕べも1時だけ。昨日はちょっと早くって12時。朝4時に起きて寝るの12時ですよ。前の日土曜日が片付け遅くなって寝たの1時過ぎてたんですよ。で4時起きですから3時間でしたね、土曜日は。その生活をもう何十年もされてる。何十でもない。ここ7、8年ぐらいかな。ちなみにご主人はいつも何時から何時まで働くんですか？普段は朝6時から夜は閉店、片付け終わると大体11時半とかそんなんですよ、毎日。これ今昨日さばいた箸、フライにするばっかりさばいたんですよ。で旅行とかは行かないんですか？ない、行ったことがない。まあ子供たち毎週の仕入れが旅行だよね。おいちゃんにドライブ。おじさんの特徴、このひげ。綺麗な白目それ。出てきた。よいしょ。こいつの特徴はこれ。歯ものすごい歯がきついですよ。
葉っぱの葉じゃないまあこの柄が特徴なの。身が脂乗っとんな。真っ白だ身が。1週間もしますだから魚もやりようによってちゃんと潰されたら力いらないですよね。だから牛刀で十分切れるんですよ。そういうだから市販されてる醤油ではないので、一様にブレンドしてしまったさっき説明したんやけど、この醤油で卵かけご飯食べると多分うまいんですよ。同じ薄口醤油なんですけど、色は薄いけど塩味のきついお醤油なんで卵かけご飯にもっともつよくお客さんの説明するんだけど、生卵がついたセットがあるとこの醤油持ってってこれで卵かけご飯作ると美味しいですよって説明する。まあ今は旬になるのかなとか言ってたんだけど、結構まあ裏を話せば結構お値打ちなんですよ。よいしょ。こういう店舗さんが貴重だって言われる。希少価値。この玉ねぎ主に何用なんですか？焼き太きしめん用です。鉄板系の。だからマツコさんとかが全国放送が入った後、1日で50個とかねとんでもない量とかく、切りましたよこれ。剥くのも大変だって女房剥いとったんだけど、剥くのも50個剥くの大変だけど、こんなもん切るだけでも大変でしたね。いつも同じメニューですか？サラダとパンと果物でヨーグルト、これぐらい食べていいかねいくつなんですか60。あと何年できるかなという年になってきた。もう息子さんは継がれるんですか？娘2人なんです。もう継がないじゃあもうご自身のまでで終わり。で終わりですか？90年ぐらいですよね。そうだね、大きいは大きいよね。結構だからしっかりご飯も入ってるんで結構お腹は膨れると思うんですけどね。これが大きいねところもあるし、これが当然ちっちゃいところもあるんで分からんですけど、どのぐらい大きいですか聞かれたらもう自分で見てくださいってねとりあえず1個持ってきてこれですみたいな。先代はおった頃はこのサイズの稲荷を4つつけて、それをバラ売りするように変えたんだけどね。サラダ巻きみたいなの巻き寿司も作ってたんですよその当時。勝手鉄板打ったら可愛いでしょ怒ってたり笑ってたりいろんな顔になります。であらかじめ10個ぐらい用意するんですけど、足らんとまた大慌てなんですけどね。よし、これ今日の昼は何かなと思います。ね、これで忙しいならこれに越したことないんで。なんか奥さんとして見えた。ここ抜くよ。いや。
婚されてどのぐらいなんですか？ 30何年になったっけ？4年目じゃねえか。4年目か。恋愛結婚なんですか？お見合いなんだよこれが。すごい仲いいですね。だって24時間いたら喧嘩知らんないじゃん。っていうかかなり我慢してもらってると思うよ。相当我慢してちっちゃくなってんだ俺。冷やします。いらっしゃいませ。ちょっと。と1名様。どうぞお願いでしょ。じゃあ手足消毒をしてもらってどうぞ。ランチとかいなくどうぞしたくて大丈夫ですか？はい。焼き味噌と五目あんかけ普通ね。焼き味噌太きつねです。お待たせをしました。しんちゃんもですね、まだこうないまた初めての4月によく。いらっしゃいませ。ご利用ください。いらっしゃいませ。焼き味噌太きつねです。よく来られるんですか？いや、初めて来ました。何きっかけで来られたんですか？仕事で来てて、食べログかなんかでたまたま見つけて来ました。
今日は何を頼まれましたか？あんかけうどんと焼きときしめん。どうです？どうですか？美味しいです。味が濃いめで美味しいです。はい。焼き味噌。ちゃんと見てくれる。はい。焼き味噌。味噌飛ぶときなんからご安心ください。焼き味噌太きしめんお待たせしました。焼き味噌太きしめんですね。お待たせしました。はい、焼きマヨ。焼き味噌が2。先にメニューを決めていくんだ。お刺身定食、半分の量のうどんかきしめんがつきます。どっちがいい？きしめんで。きしめんで。どれぐらいにしようかなと思ったけど、迷って、で、じゃあ僕これはい。麺もきしめんでいいですか？冷たいのといきます？コロね、飲んできますよ。それでじゃあ両方で。両方ともコロですか？はい、はい、お待ちください。きしめんにコロ。焼き味噌太きしめんごめんね、失礼しました。すっていきます。はい、焼き味噌太きしめんお待たせしました。ありがとうございました。おい、じゃあ、あ、そうなんですか。いらっしゃいませ、こんにちは。刺身できしめんで3。全部白くなるでしょ。色が白い煮込みなんですよ。
はい、日替わり白い煮込みです。よく来られるんですか？いや、久しぶりです。あ、そうなんですね。いつも頼まれるメニューってあるんですか？いや、なんか普通のもんが多いですね。どうもありがとうございます。あ、よかった。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございました。きしめんだよね。対応がなんかいっぱい種類あるって。いっぱい種類ありすぎかもしれない。まあ、もういいよ、ぼちぼちやりますよ。あともいいけど違うし、海の赤だしなんて太麺お願いします。はい、お待たせしました。刺身定食。お待たせをしました。ごめんね。以下同文でも大丈夫。以下同文で大丈夫です。よく来られるんですか？私はよく、この二人は初めて。あ、そうなんですね。おすすめだったので来てみました。いいところってありますか？奥さんが面白い。それが一番ね。週に1、2回来るんで、刺身がうまい。そうなんですね。むちゃくちゃうまい。だからいつも刺身でしょ。いらっしゃいませ。今テーブル片付けるのでちょっとお待ちいただけます。はい、ごめんなさいね。いらっしゃいませ。焼肉定食。はい。焼味噌五目あんかけ太麺刺身定きしめんで焼肉定食。その方お楽しみください。ごめんなさい、いらっしゃいませ。卵入れできますよ。名古屋で一般的なきしめんと幅広きしめんとやってます。一般的にはい。五目あんかけときしめん1個。これじゃもういいよ。よいしょ。その焼肉定食が先代が考えた焼肉のタレで、これがさっき言ってた原型。はい、焼肉定食、大変お待たせをいたしました。いらっしゃいませ。何名様、5名様、お願いします。何名様、2名様、いいよ。
だからおかずが上がらんねえかん、実は。味噌鍋のきしめん、通麺です。5000万円ここにね、こうやって書きましたね。しいたけゆっくりになる。それも結構インパクトある。醤油。はいよ。親の代からやって2代目で私が3人娘の長女なんです。で後取ってお婿さんもらって私20歳ぐらいの時かな結婚しまして、じゃあお店はもう60年ぐらいやられてる。そうですよね。子供の中学ぐらいから受けたって。そうなんですね。はい、90年目ね、60年ぐらいやってるよね。すごいですね。ずっとここのお店で。ありがとうございます。はい、お体お気をつけください。はい、もうお年だもんで無理な期間ですよね。そうですよね。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。食べよう食べよう。あ、そうです。味噌煮込みもいいね。これのやつが美味しいかも。美味しいかも。すごいな、これ全部。はい、麺がありますよ。カレーきしめん。太麺と普通麺とどっちがいいですか？太麺。太麺ですか？はい。ランチとかいなりとかは普通のいなりを2個。1個ずつ。はい。どうぞ。はい。太麺といなりが。カレーきしめん太麺といなりが1個です。
秋鮭のステーキ定食ですね。大変お待たせをして申し訳ありません。はい、どうぞ。はい、焼き太きしめんといなりが1個ですよ。お待たせしました。焼き太きしめんといなりね。左側から失礼します。焼き肉といないです。ありがとうございます。いただきます。いいのご飯つけて。はい、お願いします。2つもいいよ。おい。おいしそう。めっちゃ多いです。大盛り。ご飯大盛り。無理でしたよ。いいやろ。入り口で怪我されたっていうのがあったんですけど、まあ怪我とは書いてありますが、結局股関節を私が痛めてしまって、で人工股関節にしたんですよ、両足。なのでそれのリハビリ中。結構手術大変だったんじゃないですか。あ、でも手術自体は1時間ぐらい。3時間そんなにかかったぐらいはかかる。それいつの話なんですか。おととし？おととしコロナの緊急事態が出たじゃない、春と夏と。でその時にもう1年の間に両方いっぺんにやった。あ、じゃあ前々から痛かったんですよ。その怒り浸透に最初出してもらってやり方がわからないので、とにかく奥の座敷まで全部のテーブルに全部お客さん入ってもらって、でずーっとやってたんだけど、で今見ててわかると思うけど結構重いのよ。あれを持って上がってご提供して片付けてっていうことを全部表一人でやってたので、それをやっててこうドンドンってやってるから、でも本当に痛い痛いって言って朝昼晩って痛み止め飲みまくって、で接骨院の先生にずっとお世話になったんだけど、その先生ももうダメだぞこれ、骨崩れるぞって刺し投げられちゃって、でもう整形の先生のところ行って、即セントラルに行きなさいって言われて、でそこへ紹介状書いてもらって、で手術した方がいいよねって言って。でそしたら緊急事態が出たので、そしたらこうお店休めばいいっていう話になって、でじゃあその時にやろうかって、タイミングでこういい風にこうやってやっていただいて、で1年後ぐらいに反対の足もやろうねなんて言ってたのに、もう先生痛くって無理って言ったら夏にまた緊急事態出たから。先生お願いやってくださいって言ってやってもらった。歩くの大変だったりするんですか。やってもらって結構すぐにリハビリ始まったし、本当に痛かったことを考えたら、それがこの辺だったら手術してもらってこの辺になったもん。全然違う。だからそういった点では本当に楽になって、今痛み止めを全然飲まないからそれだけでも楽。本当に運転の差だって歩けるもん。そうですよね。今多分足ちょっと引きずってるかもしれないけど、また筋肉がないので足引きずっちゃうんですけど、でもそれでもこうやって歩いてたよりかはよっぽどいいし、もうこうやってて痛いとかってやってなくていいから、楽。痛く
って痛くて寝れなかったし、そうなんですよ。痛みで起きちゃう。アルバイトの方とかって雇おうとは思わなかったんですか？それが結局そういった金銭的なこととか、やっぱり時給をお支払いするのが全然できないし、意外とこう細かい仕事でしょ。まあ野球と機種園だけだったらいいんだけど、あったかいのがあったり冷たいのがあったり、定食にしたり何々がついたりっていう覚えられた頃に辞められちゃうと思うのよ、きっと。意外ときついのよ仕事。輪っか出血で1ヶ月日赤にいて、でその後リハビリ病院に1ヶ月入れられて2ヶ月いなかった。よかったです。後遺症もじゃあ大きくなく。はいね。一時期は生死さまよったでその間はお店どうされてたんですか？娘がやってくれたり、親戚のおばさんがやっていたり、ちょっと手伝ってもらったり、2ヶ月休んだうちの1ヶ月はそれでなんとか賄ったんやけど、残り1ヶ月は休みました。水分誰も来なくなった。すごいいろいろな苦難があったんですね。そうなのよ。ね、どうしてもいい時悪い時があるんで、そればっかはね、いい時ばっかりじゃないのが普通だから。雲学科も本当に偶然っていうか、寝てて、まあ、お手洗い行こうと思って起きて、で私片頭痛持ちなのね、もともとが。でなんかいつもと頭の痛いとこが違うな、なんだろうなって、でそのままお手洗い行ってたらそのままだったと思うんだけど、何を思ったのか、うちの旦那さんが隣で寝てるのをこうやって起こして「ねえねえ」って「頭痛い」って。でなぜか「救急車呼ぶの?」って言ってくれて「うん呼んで」って電話のところでこうやって「すいません」って言って救急車呼んでるのを確認して「あもう救急車来るからいっか」って言って床にふにゃーって救急隊員が上がってきて「奥さんこっちの毛布のところに移動できる?」って言われたのは覚えがある。移動したんだと思うんだけど、で救急車に運ばれて、多分こうやって機材いっぱいつけられるじゃないですか。でなんかいろんなこと聞かれるんだけど、それを答えるのが煩わしくって痛いし、もう意識を失っていい、もう任せるわみたいな感じでふやーって、それっきりだから、病院に着くまで記憶がない。じゃあそれも開頭手術そうですか？で中にクリップ入ってあ、そうなんですね。今日大丈夫ですね、行きますね、はーいって返事してる。強いですね、奥さん。なんか一応出血は止まってたから、その段階で、だから手術できるような状態だったのでよかった。中津さんですが、焼き肉をなんかおすすめしていただいているんです。そんな方、ピークって自分の顔焼きどうするんでしょ。はい。お待たせしました。大きなアジフライ定食です。まずは何もかけずに召し上がってみてください。それならそれでもその終わったなんとか時間調整します。